さあ続いては知らないと損をしてしまうかもしれません、お金の話題について庭野さんからです。はい、来月からいろいろとちょっと制度が変わるということで大きなボードを用意しました、お金のプロファイナンシャルプランナーの加藤先生に教わります。知らなきゃ損、賢くお得にお金の話と題しましてお送りします。ということでFP の国際資格 CFP もお持ちです。加藤恵子先生にお話を伺って勉強していきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあまず来月変わるというのがですね、こちらなんです。あのお得制度というのがふるさと納税が変わっていくんですよね。ただ来月変わるということなので今月中なら間に合う、つまり今じゃなきゃ損ということでこちらちょっとルールが変わるんですね。そうなんです。皆さんふるさと納税された方もいらっしゃると思うんですけど、今まで普通にポイント使えてましたよね。なんですけど来月1日から、寄付金へのポイントがなしということになってしまうんですね。いやこのねポイントを使うっていうのを貯めるっていうのでもやっぱり北本さん、村雨さんもふるさと納税活用されていたりしますかね。そうですね。加藤さんこれ確認したいんですけど、寄付金って返礼品をもらうっていうところで自治体に納めるっていう中で、その納めたそのインターネットのサイトとかでポイントが貯まっていくっていうことでしたもんね。それがなくなるっていうことなんですもんね。そうなんです。各サイトでけど逆に言いますとその今月中ですとポイントがまだサイトから手に入るということで駆け込み需要も今増えているということなんですよね。ちょっと気になる普段のポイント5倍もなんていうワードがありますが、各サイトのことを見ていきましょう。こちらです。結構なね還元率なんですよね、先生。はい、そうなんです。フルナビ最大 100% だとか、サトフル最大 1000% みたいなものもあるんですけれども、これこのポイントが付与されるのにはいくつか条件がありまして、例えばそれぞれのアプリをダウンロードするですとか、指定のクレジットカードで決済するですとか、それからもこういった 100% とか 1000% っていうのは、抽選に当たったらっていう条件があったりするんですね。なので、それぞれの条件を確認して、寄付されるといいと思います。そうか、最大って書いてありますから、必ず 100% もらえるってわけではないですね。そこは冷静に。これまでと比べて最大 1000% とか 100% っていう、抽選にも当たったらっていうことなんですね。かなりねお得にポイントも還元されるということなんですが、加藤先生の中でもおすすめというのがこの下の2つなんですよね。はい、例えば ANA だったら6万円寄付して最大3000マイル付与されたりだとか、JAL も6万円寄付したら最大2400マイルとかってマイルがつくんですね。マイルがたまると飛行機に乗るのが例えばタダで乗れたりとか、そういったことにつながっていくってことですもんね。なのでその本州に行かれるご予定のある方でこういったものすごくお得なんですね。で大体ふるさと納税の1ポイントって1円換算なんですけれども、マイルに変えることによってそれ以上の価値になったりもするのでおすすめです。やっぱり北海道からね道外に旅行に行くときにもまた活用もできますから、こういった ANA、JAL のキャンペーンも今月中まではあるということなんですよね。そして各サイトのものもそうなんですけれども、どの自治体にこう寄付金をして返礼品をもらうのが加藤先生のおすすめかっていうのも、このありがたい言葉家計の助けにどういったものがおすすめなんでしょうか。東川町1万5000円の寄付金で新米7つ星5キロが返礼品としてあったりですとか、赤平市は1万9000円でこれトイレットペーパーですね、合わせて72ロール、3人家族でおよそ半年持つぐらいの量になるということで、スタジオに実際にご用意しました。このようなものが実際返礼品であるということで、米なんかね、そうですよね、高いですから新米がしかも届くんですね。そうなんですよね。これはどういった面で加藤先生おすすめなんでしょうか。はい、皆さんもう日々物価が上がっているっていうのを実感されていると思うんですね。その中でやっぱりお米が届いたりだとか、こういった日用品ですね、トイレットペーパーだとかティッシュペーパーが届くっていうのは家計的にもすごく助かると思います。お得ですので、やっぱり生活防衛としてはこういったものを返礼品でもらうっていうのもすごくいいのかなと思うところで、こういった東川町とかですね、赤平市、こういったところもおすすめです。やっぱり北海道内のこの自治体で選ぶっていうのもそうですけれど、お米とかトイレットペーパー買い物で重たいですし多いですから、そういったものをふるさと納税で活用するっていうのもいいかもしれませんよね。
ただこの9月いっぱいでポイント還元がなくなるということですが、ちょっとねこの半月で時間が迫ってきて時間がないわという方にもおすすめのものがあるということで、フルナビカタログというのがあるんですね。はい、例えばフルナビを利用したらフルナビカタログ使えたりするんですけれども、皆さんカタログギフトって使ったことあると思うんですよね。カタログギフトって最初にお金払って後から選べるっていうことなんですけど、寄付した自治体で、使えるポイントに交換できるっていうことで、今返礼品選ばなくても後からゆっくり選ぶことができるんですね。これに関しては、例えば寄付金を先にお送りして後から自治体を選ぶっていうことは可能なんですか？ですね、自治体は先に選んでそれから変更はできません。なるほど、先に自治体を選ぶということなんですね。そして後から返礼品を選んで、そのポイントをですねカタログ、貯めてですね高額商品に後で、交換するということもできます。翌年に繰り越すようなことは、そうですね。また追加で寄付をして高額に変えるっていうことも、高額商品に変えるってこともできるってことですね。その寄付した自治体の中から後でゆっくり選べるっていうことなんですね。今確かに一つの自治体でも数多くの返礼品をね選べるところがあるので、そこだけでも迷ってしまいますが、それができるのはいいですね。便利だと思います。9月いっぱいこういったポイントがもらえるうちに、まだでもゆっくり考えたいわという方、こういったものを使うのもいいかもしれません。さあ、ふるさと納税について来月からポイント制度が変わるよというお話をしましたが、他にもちょっと来月から変わるんです。こちらに参りましょう。何やらね聞きたくない言葉なんですけれども、家計にマイナス、何がと言いますと、自動車保険料、東京海上日動火災保険に関しまして平均 8.5% 来月値上げというふうになるんですよね。今年の1月にも他社も含めてすでに上がっているんです。そしてこの東京海上日動以外でもこれからまた上がるというのが決まっている会社もありますので、保険料ちょっとねこれ家計で痛いなっていうのもあると思うんですけど、これを機に見直すっていうのは皆さんいかがでしょう？北本さん、車ちょっと自動車保険見直したりっていうのをされてますか？こういう保険って基本的に一回入ったら そのままもうおざなりにって言ったらあれですけど、何も手をつけないっていう感じが私もそのまま生きちゃってました。今ねちょっと値上げがあるという、これを機に考え直すというのもいいかもしれません。そのポイントを加藤先生まとめてくださいました。まずは契約先ですか？代理店型ということで人を介して入っていらっしゃる方も多いんですけれども、今通販型だとかネット型っていうようなものもあります。ご自身で中身をちゃんと確認してインターネットで申し込むことによって保険料を下げることができます。そういう人件費が抑えられている分、インターネットの方が安く済むっていう場合もあるということですね。そしてそのお隣参りましょう。運転対象者なんですが、例えばご家族3人だとしてお子さんもこの保険に入ってましたと。ただ進学や就職を機に上京した、もしくは札幌に出てきて今はもう夫婦2人で住んでますよという場合、お子さんの分の保険をそのままにしてませんかということなんです。これはちょっと忘れちゃったっていう方いらっしゃるかもしれないですね。あるかもしれないですよね。一例としましても年間およそ4万5,000円安くなったという例もあるので、そんなに変わるんだ。そうなんですよ。これを機にねちょっと見直してみるというのもいいかもしれません。そして特約というのもこれオプションみたいなことですかね？そうです。例えばバイク特約を外すっていうことなんですけれども、例えば夏場バイク乗るかもしれないということでつけてたものがもう最近全然乗らないということでしたら、こういう特約を外すことによって年間数千円から数万円安くなることもあります。今の需要に合わせてライフステージに合わせていろんなオプションを見直していくっていうのも大切かもしれませんね。そしてそのお隣最後参りましょう。車両保険、これあれですよね、車をぶつけてしまった、こすってしまったとかそういう時の保険ってことですね。そうなんです。で小さい修理が必要な場合ですね、結構車両保険、自動車保険使わずに自分で直してしまうっていう方もいらっしゃるんですね。それは等級が下がって保険料が上がるのを避けるっていうこともあると思うんですね。でこの場合の面積額、自己負担額を1回目から引き上げることによって保険料を安くすることも可能です。なるほど。こういった例えばですけど4点を見直して自動車保険料が値上がりする前に
いろいろ見ておくっていうのも大切かもしれません。そうですよね。かなりいろいろ難しいポイントもあるかもしれませんが、一回ちょっと最初の契約の資料を今ちょっと見直してみるっていうのが必要なタイミングなのかもしれないですよね。そう、これを機に9月の間にっていうこともあるかもしれません。そして加藤先生なんですけれど、ちょっとね大胆なんですよね。大胆。そうなんですよ。もっと費用を削減するなら思い切ってこんな方法があるんですが、これはお知らせの後お伝えします。大胆。ファイナンシャルプランナーの加藤先生をお招きして、知らなきゃ損、賢くお得にお金の話お送りしています。来月からいろいろ制度が変わったり、値上げをしたりということで、今月中ならまだ間に合うお得な話をご紹介しているんですが、先ほどからですね、自動車保険料が値上げすることにあたっていろいろ変えてみてはどうですかと話をしたんですけれども、ちょっと加藤先生思い切って大胆でいらっしゃるんですね。大胆です。大胆で、ちょっと今もう一回やってもらっていいですか。もう一回いいですか。ちょっと追いついてなかった。今大胆なんですよね。大胆です。そう、大胆ということでちょっと見ていきましょうか。ちょっとね、かなり思い切った提案なんですけれど、そうなんです。こちらです。2台3台車をお持ちのご家庭、1台減らしてみませんか。するとなんとおよそ50万円も節約することができるということで、なかなか車が必要な北海道社会ではありますから、ちょっと難しいわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと参考に聞いてみてほしいんですよね。どれだけそうですよね、得になるかっていうところですか。はい、50万円もこれ減らせるんですか。はい、こちら内訳見ていただきたいんですけれども、例えば200万前後のコンパクトカーを購入したということで、維持費ということで考えていきますと、駐車場代で12万円ですとか、それからそもそもコンパクトカー200万円を10年使用したということにして1年あたり20万ですね。本体価格が20万、駐車場代12万円、ガソリン代6万円、これそれぞれ年間ですけれども、車検代5万円、保険料4万円、自動車税3万円、合計で約50万円ということで、じゃあ1年間で50万円、そうなんです。はい。やっぱり減らすっていうのを思い切った決断ですけれども、ちょっと使用頻度が少ない1台があるなっていう方は1年間に50万円は大きいですから、考えてみるっていうのもいいかもしれませんよね。ただやっぱり車を手放すのはっていう方、最近流行して拡大しているこんなサービスがあるんです。ご存知でしょうか。カーシェアサービス。最近街中でよく見かけるようになりましたね。そうですよね。これがまた1台減らすのではなくという、1台減らした上でというおすすめでもあるんですか。そうなんです。車を全く使わないということではなくて、こういったカーシェアのサービスが広がっていますので、費用を抑えて必要な時だけこういったサービスを使うというのが賢い選択かなというふうに思います。それぞれメリットデメリットもありますが、まずメリットからお願いします。はい、まず車に関する初期費用ですとか固定費用が不要になりますよね。それから、やっぱりこの車のメンテナンスって結構大変だと思うんですよね。冬タイヤに変えたりだとか、それから雪下ろししたりだとかっていうことも大変なんですが、それが不要になるっていうこともあります。そしてデメリットに関しても一応見ておきましょうか。そうなんです。で、大体ですね、スマホで空き状況を確認していただくんですけれども、空いてない場合もありますし、それから好みの車種でないこともっていうことで、大体コンパクトカーがカーシェアで使われていますので、お好みでない場合もあるかもしれません。ただこういったものをうまく活用して、ちょっとしたお子さんの習い事の送り迎えだったりとかにこれを活用していくっていう手ももしかしたらあるかもしれません。もちろんね、全道でカーシェアがすべてのエリアで使えるわけではないので、使えるところだったらこういうふうに台数を減らすっていう選択肢もあるっていうお話です、ね。そういうことですね。そのカーシェア今流行っていますが、街中でこんなマークは見たことないでしょうか。駐車場でよくお世話になっている方多いと思います。タイムズなんですが、そのタイムズが手掛けるカーシェアサービスがタイムズカーですね。そのタイムズカーポイントというのが先生。はい。15分単位で本当に必要な時間だけ利用することができるんですね。で、15分220円からということで、とってもリーズナブルに利用することができます。その中にガソリン代ですとか保険料が含まれています。で、今月にもですね、道内すごく広がっていまして、今月にも室蘭ですとか函館を含む11カ所また新たにオープンしているということで、はい、もしお近くにあれば
積極的に利用されるといいのかなと思います。はい、こういった車の話も含めて、ふるさと納税も含めて、今月ぜひ見直していくのはいかがでしょうか。ファイナンシャルプランナーの加藤先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。大変勉強になりました。